感度に関しては同じ価格帯のアジングロッドアジド 5G S622L と比べてもロッドバランスは、正直言うとこの竿の性能を生かすにはという使い方をするのがいいですね。はい、こんにちは、矢野です。今回はテイルウォークさんの新作アジングロッドアジスト SD S63SL を紹介します。よろしくお願いします。さあ、今回はみんな大好きアジングロッドのインプレということで紹介していきますが、このロッド今年の西日本釣り博で軽く見ただけだったんですが、値段が2万円台の価格で重量が 44g というスペックだったので、感度とか、ロッドバランスとか総合的な使いやすさはどうなのかなということで結構気になってたんですよね。その後発売されたので実際に購入して使ってみましたが、感度は2万円台のロッドとは思えないぐらい予想以上に良かったですね。近年の低価格帯のアジングロッドの進化を改めて実感することができました。で、このアジスト SD S63SL を気になる方も多いと思いますので、今回は感度やロッドバランス、そして性能を生かせる使いどころを詳しく紹介していきます。感度に関しては予想していた以上によく出ていました。この価格帯でこんなに感度出ているんだとちょっとびっくりしましたね。同じ価格帯のアジングロッドアジド 5G S622L と比べてもアジストの方が感度は上でよく響きますね。アクションを入れた時の手元に伝わるトントントンという振動や、アジが食ってきた時のコッというあたり、ジグヘッドがそこに当たった時の感触など、アジド 5G の方がちょっと湿った感じで伝わるのに対してアジストの方が明らかにクリアな感じで手元に伝わります。そしてアジがパクッと食ってきた時のコンとかカサッとかっていう明確な当たりが取れるのはもちろん、網パターンとか産卵期のモゾッとかツッとかっていう繊細な当たりもしっかりと手元に伝わります。さらにジグヘッドがそこに当たった時の感触もよく伝わりますね。岩とか石に当たった時のコッとかっていう感触とか、棒に乗った瞬間のモワーっという柔らかい感触とか、底質の違いが手元にしっかり伝わってきます。釣りをしていてコツコツコツっていう感触が手元に伝わったら、そろそろ根がかりしそうだなっていう風に判断できて、根がかりを事前に回避するためにトトーンと大きめのアクションを入れるなど、釣り人側に大きなアドバンテージがあります。ただアジド 5G S622L よりもティップが細くてベリーが柔らかいので、当たりをティップがクイッと吸収して反響の当たりが手元に伝わらないこともありました。アジド 5G の S622L だったらコンとかカサッとかっていう反響の当たりが伝わるのに、アジスト SD の63ならティップがクイッと入ってちょっと重たくなるだけみたいな感じですね。なので超過を伸ばすためには、そういったティップがクイッと入るだけのちょっと重たくなるあたりもしっかり感知して合わせていく必要があります。アジングで全国的によく使われる 1g 前後のジグヘッドの操作感が明確によく伝わりますね。 0.5g 前後の軽量なジグヘッドでも無風時だったら手元に伝わってきます。アジングでよく使われる 1g 前後のジグヘッドの操作感が分かりやすいので、アクションをトントンと入れた時にスカッスカッという操作感になって何やってるかさっぱり分かんないやってことや、ジグヘッドが今どこにあるか全然分からないってことを減らせますね。ただ扱いやすいジグヘッドは 1g 前後になるので、 0.5g 前後の軽量ジグヘッドをメインで使う場合は、他のロッドを選んだ方がいいですね。リールシートの形状の関係でリールフットに指を挟む持ち方だったら持ちやすいです。逆にリールフットに指を挟まない前持ちだったらめちゃくちゃ持ちにくいですね。前持ちで持つとアクションを入れた時につるっと滑って竿を落としそうになりますし、持ち心地もあんまり良くないです。なのでこの竿の持ち方は基本的にリールフットに指を1本挟むか2本挟むように持った方がしっかり持ちやすいです。ロッドバランスは、正直言うともう少しいいバランス欲しかったですね。ロッド自体の自重は 44g と軽いんですが、ロッドバランスに関してはちょいっといまいちで、135g のリールと合わせると先重りのバランスになります。特に
リールフットに指を挟んで持つと先重りを感じやすく、ロッドの自重以上に重たく感じますね。実際にアジドー 5G S622L と持ち比べると、タックル総重量はアジドー 5G S622L の方が重たいのに、振ると手元から竿先がないような感じでかなり軽く感じます。これが神バランスってやつですね。リフト&フォールで釣る時のような水平もしくは水平よりも少し上で構えると先重り感が伝わってタックル自体がめちゃくちゃ重たく感じるので、ちょっともったいないですね。ちなみに前持ちで水平ぐらいにバランスが取れるリールの重さは23レガリスの 175g ぐらいでした。逆に投げて巻くだけのリトリーブの釣りで使うなら竿を下げて構えるので、軽いリールでも使いやすいバランスになりますね。なのでもしかしたらリトリーブの釣りで使いやすいバランスを意識してあえて先重りのバランスにしたのかもしれません。ロッドが柔らかいので初心者の方でも結構ピュッと投げやすいですね。硬いロッドだと指を離すタイミングが結構シビアで、指を離すタイミングが早かったらピヨーンとフライになって飛んでいったりとか、遅かったら足元にライナーでドボーンって突っ込むんですよね。だけどアジスト SD63 は比較的柔らかい竿なので、硬い竿のように指を離すタイミングが結構シビアでなく、初心者の方でも比較的簡単にピッと投げやすいです。ブランク自体も結構細身で投げた時の空気抵抗も少なく、ピッと気持ちよく投げれます。逆に少し風が吹く条件で使うとブランクが柔らかいので狙った方向にピッと投げにくいです。正面に向かってピッと投げたつもりでもブランクがビヨヨヨーンとなって斜めに向かって飛んでいくみたいな感じですね。冬場の季節風がビューッと強く吹く条件で釣りをすることが多い場合は、ちょっと注意が必要かなと思います。水深がだいたい5メートルのポイントで 1.5g のジグヘッドをピュッとフルキャストした先の底付近で食ってきた時もバシッと合わせてフッキングできるパワーがあります。ただロッドが少し柔らかいので、水深が5メートルほどのポイントでも 2g 前後のジグヘッドをピュッとフルキャストした先の底付近でアジが食ってきた時は、合わせの力をロッドがムニュンと吸収してしまってちょっと合わせが決まりにくいですね。この場合はリールを巻きながらバッと合わせを入れる巻き合わせをするか、ラインの伸びが少ない P ラインを使うとロッドが柔らかくて合わせが決まりにくいってことを減らせます。やり取りは20センチ以下のサイズでも竿がふにゅんと曲がってやり取りを楽しめますし、尺クラスでも余裕で寄せてこれます。竿が柔らかい分腕への負担がかからずに楽にやり取りできますね。試したアジの抜き上げのサイズは28センチまでで、だいたい重量 200g 前後まで抜けました。ただ尺クラスのサイズになるとちょっと抜くのが怖くて網ですくいましたね。尺前後でも竿を上に立てなければ抜けないことはないんですが、抜き上げると竿に負担がかかって傷むのも早くなるので、尺クラスのサイズになったら抜き上げるよりかは網ですくう方がおすすめです。あと抜き上げの時に竿をこのようにぐーっと上に立てて抜き上げると、このベリーの部分に負担かかってパーンと折れる可能性が高いので、真上にこのようにぐーっと立てて抜き上げるんじゃなくて、横にこのようによいしょみたいな感じでスライドして抜き上げるのがおすすめです。リールフットに指を挟む持ち方で竿を持ち、水深が5メートルぐらいのポイントで、1.5g 前後のジグヘッドを使ったリフト&フォールの釣りで使ったりとか、投げて巻くだけのリトリームの釣りで使うとこの竿の性能を生かせますね。水深が浅めのポイントで比較的軽めのジグヘッドを使うといいって感じです。あとは特定のポイントでの釣り方になりますが、ジグヘッドをほとんど投げずに足元に落として探るバーチカルの釣りでも、ティップからベリーにかけて柔らかいのでテンションも感じやすいので使いやすいですね。逆に水深が5メートルを超えるポイントの底付近を探ることが多かったりとか、1.5g 以上のジグヘッドを使うことが多かったりとか、風がよく吹く条件で釣りをすることが多い場合は竿が柔らかいのであんまり向いてないですね。他の張りが強い竿を選んだ方が快適にアジングができます。ということで今回はテイルウォークさんのアジングロッドアジスト SD S63SL を紹介しました。2万円台で 44g と超軽量に加えて感度もめちゃくちゃいいので、アジの当たりを感じてかけていくアジングの楽しさを味わえます。
逆にロットバランスは 135g の軽いリールで合わせるとちょっと先読みにするバランスに仕上がっていましたが、もしかしたら竿を下げて構えるリトリームの釣りに合わせて設計したのかもしれませんね。そして竿の持ち方はリールフットに指を挟む持ち方で持たないと安定しないので、普段からリールフットに指を挟まない前持ちをする方は注意が必要です。とはいえ2万円台で 44g と超軽量に加えて感度はアチド 5G S622L よりもよく出ていて、近年のアジングロッドの進化をめちゃくちゃ感じることができましたね。さあ毎年のようにいろんなメーカーさんから新しいアジングロッドが登場していますので、また気になった竿があったら使ってみたいと思います。もし皆さんも何か気になる竿ありましたら、よかったらコメントで教えてください。それでは今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。